ごいダメ男製造機が引っかかっちゃって、はい、今までで一番やばいの作ったなってどんな方なんですか？これ言えないです一番やばいのは言えない。 YouTube でもですか？一番やばいのは言えないけど、浮気された上にお金を財布から抜かれるみたいな、そういう感じの男になるのか、もともとそうだったのか。1年半とか1年半とか、でも1人や2人じゃないのですごい真髄に気づいたんですけど、割り勘がいいなって思うのは、そういう化け物を作り出さないのには抑制にはなるなっていうのは思いました。逆に払いすぎちゃうと、いい子って誘いづらくなっちゃうんですね。いつも払ってもらってるし、払わせてくれないからちょっと誘いづらいかもしれないし、ちょっと嫌だなみたいな、逆に距離取られちゃうんですよ、いい子は。気を使ういい子は。で、気使わない化け物だけが残るみたいなことになるんですよ。払いすぎちゃうと、知らない化け物たちが払いすぎちゃうとそうなるなっていうのを最近学んだんですけど、その癖が治らなくて困ってます。ブレーキがかけられない。ブレーキがかけられないっていうか、払いたいから払ってるんですけど、だからその分何かに何か使ってねってなるんですよ。その浮くじゃないですか、その分。なんかに好きなものに使いって勝手に思ってるだけで使ってるんですけど。じゃあ財布から盗まれたってそこまで言っても、そこまで自業自言ったら得かなと思いましたと思うけど、別に付き合わないですよ。人として無理だから。もうそこはちゃんと、やりますけど、ある程度払ってもらうというのも大事なのかなっていうのは思いました最近。呂布さんは何か払いすぎて甘やかしすぎたっていうことありますか？ないですけど、でも男も女も甘やかせば甘やかすほどつけ上がるっていうのはそれはそうなので、お金の分は別に男が払う、メンツとして払うけど、他の部分では折れない部分があればいいと思うし、全部言いなりになったらそれはそうなんですけど、僕はそんなんであんま苦労したことないですね。この線引きちょっと難しいかもしれませんけど、栗江美さんは？私はそういうのはあんまりないんですけど、知り合いの方が旅行に行くときに全額全員分を払うっていうのをずっとやられてる方で。全員分？それは会社の旅行とかですか？いや、もうプライベートで、でも圧倒的に仕事的にも資産がある方だったから、友達を連れて行くときには自分が払うみたいなことをやられてる方がいて。芸能界では多いかもしれませんよね。でも最初の方はもうみんなありがとうってすっごい喜んでくれてたけど、2回目3回目4回目となるにつれて、みんなもう当たり前すぎて何も言わなくなるっていう現象が起こったらしくて、それで旅行に一緒に行くことがなくなったって言ってたんですよ。なんかまさにこの2人みたいな感じなのかなって思ってて、どこまでありがとうございますと言えばいいかがわからないので、私も体感があります。最初のうちありがとうございます、いただきます、すごいっすねってやってたんですけど、毎回やるとうさんくさいかなとか、春風さんもあります？わかります。すごくわかります。だから年上の方でもおごってもらうのはあんまり好きじゃないんですよ。お土産とか持って行ったりしますけどね。そうなんです。なんか感謝の表し方のバリエーションがこっちもなくなってくるので、最初はいいんですけど、2回目3回目はむしろ要求していただいた方が楽です。呼ばれる側としても。でも20代の子とかに要求するのはちょっと厳しいですよね。要求はできないんで、なんか代わりにこの間ロケでここ行ってきたんでお土産ですとかって渡すだけでも、なんか相手は嬉しいですよね。元気いっぱいでいてくれたらいいみたいな。毎回美味しく食べた後に財布を持って待ってはいるんです。でも絶対出させてくれないことは分かってるので、それのやり取りで感謝を表すというか。山本さん、かなり5000円がなんか小さい話に思えてきちゃいましたね。5000円の金額がどうこうではなくて、感謝の表し方っていうところなんですよね。だからさっきの、ありがとうって言葉にするのってめっちゃ大事で、当然僕も今言ってないって言われてるので、自分も反省しなきゃいけない部分はあると思うんですけど、ガソリン代以外に車持ってるのって維持って結構車検があったりとか、そこは別にこっちが負担しますっていうところなので、一緒に出かけたりその部分に関してちょっと負担してよっていうところなんですよね。今は恋人同士じゃないですか。例えば結婚された場合はどうなりますか？それは財布をどうするかっていうのを話し合いですよね。別にするのか一緒にするのかっていう。別だったとしたらやっぱり出してってなる。そうですね。別だったとしたらやっぱ出してですね。どっちかが出すにしても、例えば平山さんが全額出してもらうと、月に1回でもなんか山本さんが喜びそうな、そんな高級なものじゃなくても、なんかちょっとしたプレゼントをあげたりとかするだけでも、もう全然ニコニコしてくれると思います。家に行ってご飯作る時の食材費は持ったりしてます。作ってあげて、いつも運転してくれてありがとうねとかっていう、もう言葉付き。お互い
やってあげてる時間を出してもいいのかもしれないですね。なんか、心配だから迎えに来たよとか、本当ですか？いつも運転してくれるから今日は私が料理するねとか、なんかその一言から始めるだけでありがとう言いやすくなる。そう私こんなやってんのに俺こんなにやってるのにってみんな自分してて、誰々のためにこれやってあげたよっていうその一言の言い方の違いだけで受け取り方ってもう180度変わるから、だからそれが2人にちょっと足りないところなの。せっかくなんで2人面と向かって普段言いづらいこと相談したらどうですか？5000円うんぬんって言ってますけど、めっちゃ推し活とかするんですよね。推し活にはめっちゃお金使うんですよ。でその推し活に使うお金があるんだったら、じゃあこっちにガソリン代ぐらい払ってほしいなって。いやいや、推し活は自由じゃん。あんたが押せないから推し活仕方なくいや、ない。彼氏をしないっておかしいだろ。じゃあ押せる彼氏になってよ。いや、なってるよ。ちっちゃい。推し活っていうのは何か好きなアーティストとかアニメーションとかそういうものがあってそれにお金をつぎ込んでるってことですか？アイドルが好き。推し活を今少しセーブしろって言われたのはどうですか？しないですよ。なんでこっちが我慢しないといけないの？別にセーブしなきゃいいじゃん。そっちに払えるんだったらこっちも払っていいじゃん。全然ベクトルが違うでしょ。だったら払おうよ。ベクトルが違うから払う必要ないじゃん。今の段階で最低限これやめてくれとか、さっきのなんか寝てるじゃんって言ったのもずっとやっぱり起きていてほしい。あとはどんなことありますか？運転中なんかでもやっぱ飲みたいなと思うときは、ペットボトル蓋開けてほしいなとか、そういうのあります。一人で運転してるときどうやって飲んでんの？できるでしょ、片手でも。いや、信号で止まって運転中は危ないでしょうよ。ちょっとした気遣いが欲しいということですよね。はいさあどんどん行きましょう。他は？一緒にこうデートとか行くじゃないですか。その時に目的地までの地図とか調べてくんないですよね。ナビがあんじゃん。ナビがあっても分かんない時あるじゃん。調べてくれるよいいじゃん。そんなもう別れろって。ナビで最初に入れていくんですよね。はいでもその途中を一緒にこれ右じゃない？そう左じゃないってしたいってことですか？好きじゃん。だいぶ好きじゃん。彼女さんのこと大好きですね。でもそれずっとやってくれる人多分いない。もっと超えた先に無言で通じてる何かみたいなのになれると強いけど、そこまでに持つかどうかの違いなだけで。もう嫁さんとかね乗してて寝てくれた方が楽ですけどね。女が寝れるぐらい丁寧に運転するみたいなのあるじゃないですか。平山さんが甘え下手なのかもしれない。あそこで眠いってなった時にもうすごい眠くなっちゃったって仕事頑張ったからかもしれないとかってちょっと甘いモードで言うだけでじゃあ寝なってなるのになんでここ寝る席じゃんって言われたらなんで俺運転してんのにってなりますよね。ほんと一言やるだけで全然お互い仲良くなれるのにもったいないなって感じしますね。お互いこれから可愛げを意識するのがいいのかなって思いました。山本さんの話要約すると寂しいってことだと思うんです。車乗ってる時お金とか物とかで言うんじゃなくって寂しいって言った方が平山さんの方もやりやすいかなと思うし、平山さんの方ももうちょっとなんか彼女感を演出してあげるだけで多分ウッキウキで何でもやってくれる感じがするので、お互いシャンパンを開けさせる気持ちで接するのがいいのかなって思いました。もう一個だけいいですよ。もう一個だけ、もうどうしてもこれだけ、最近なんて油断しすぎでめっちゃへこいてくるんですよ。訴えられないからそんなんで。山本さんが喧嘩しながらニッコニコしてるんですよ。意外と甘えなくてもいけるかもしれない。車の中でずっと起きてずっと喧嘩してるだけで満足してくれると思います。でも一つの方法として平山さん甘えるっていうのはできそうですか？取り入れたいなと思ってたんですけど、今のヘでなくなりましたよね。話聞いてて思ったのが、最初は喜ばせようとしてやってくれてたのがお金要求してきて、喜ばせる対象から外れたみたいなの多分2人は本当は仲がいいんだなっていうことはね、仲良しですよね。伝目のわって前でイチきます。ャつかれました。そうですね。これで討論も終了なので感想を聞いていきたいと思います。では呂布さん。AI にはできない仕事のスキルを持っている人がこの先は重宝されると思います。現実離れしたお金稼ぎに目がくらんで日本人は夢ばかり見すぎじゃないでしょうか。夢を追う人がチャレンジしやすくなったのが AI であったり SNS であったりすると思うんですよ。 AI に頼ってばっかの生き方はしたくないなみたいなのは。何をもって AI が楽して稼げると言っているのかがすごく気になっていて、どの仕事でも楽して稼げる仕事なんてないんですよ。加藤さんは一生働いてたいと思いたいですか？誰かの役に立つっていうのが人間の生きる一つの意味なんじゃないかなって思う。金のために働くっていうのはもう終わるんかなって
っていう。これ今第4次産業革命どっちに行くか分かんないんで、両軸でやんないと経営者として雇用守れないし。大事なのって順応性とスピード感だから、インフラ整備とかは絶対 AI にはできないんで、それが分かんないんですよね。俺俺もできるよできないうになるとと思わないんですよ。答えはまあ出てないんだろうけど、僕だったらもうこの話が出る時点でもう別れますね。この話するぐらいだったら別れるかなって感じですね。その点の話し合いもね、後ほどお二人で、はい、していただければと思います。さあ続いて鎌田さん。私も別れるかなって思うけど、私は毎月絶対一緒に友達がいるんですよ。同じ毎月に1回友達とご飯行く同じ友達なんですけど、でもあっちの方が完全に稼いでるんですよ。私の何倍も絶対稼いでるけど、でもお互いなんかじゃあこの前洗ったから洗うねとか、この前あれ待ってこの前どっち洗ったっけみたいなぐらいの関係性でもお互い払ってくれたら絶対ありがとね今日みたいな言葉でも言うし、お互い帰ってから LINE でもまたやるしみたいな、感謝の仕方が分からなくなるとか言うけど、別にそれをずっと同じことをやり続けてって別に問題になったことがないから、それでいいんじゃないかなと思うんですけど、なんで恋愛になると私はうまくいかなくなっちゃうんだよね。ちょっと与えすぎに気をつけてくださいね。それが不思議。不思議なんですよ。感謝されたいわけでもないけれども、なんで最初からお金を抜かれているのかなみたいなことになっちゃう。裏切りまでつながってしまっていると。恩をね、あだでとはこういうことかなってなっちゃうけど。ガソリン代を出さないで、かなり有効なアドバイスも出してくれました栗江美さん。パートナーと友達ってまあ一種違うのかなって思って、やっぱパートナーだから一線を越え過ぎちゃったところまで行ってんのかなと思ってて、お互い信用して仲いいからこそもうさらけ出しちゃって、でもさらけ出したからこそちょっとこのラインまで行ってしまった感があるので、もうちょっとこう数年前に時を戻してもらって、お互いがお互いにまだちょっと気使ってた時を思い出してもらって、どんなに仲良くなっても一定の気は使うっていう距離感で互いが互いに感謝し合えれば、この話にはそもそもなってないのかなと思うんで、日々ありがとうって気持ちを持って過ごしてもらいたいなと思いました。最初に行った旅行先とかもう一度行ってね、そこで気持ちを思い出すのがいいかもしれませんね。お互いがすごい第三者から見たらすごい仲良しだなとか思っちゃうんでそこをやっぱね感じてもらえたら嬉しいなと思います。そして春風さん。提案をする前に自分が本当に欲しているものは何なのかっていうのを問いかけてみて、で相手が受け取りやすい言葉を選ぶっていう作業が大事なのかなって思いました。寂しいんだったら寂しいって甘える気持ちで言った方が絶対にうまくいくと思うので、その作業が必要なのかなと思いました。で友達とかパートナーでもお金の件で本当に悩んでる場合は、提案の仕方的にそれも相手が答えやすいものにしてあげるっていうのがいいのかなと思って、ガソ売り言リン代とか葉に買い言葉じゃなくて互いに気遣いが必要だ。この金額出してねってサクッと言ってあげるように気遣ってあげるとかいうのが必要なのかなって思いました。それではコーディベーター平山さん。ガソリン代請求されて何にイラッとしたかもちょっと見えてきましたし、当初のその喜ばせるみたいな気持ちを感じれなくなったのが嫌だったんだなっていうのもお話しして思っていました。自分も感謝を出すっていうのは大事だろうなって思いました。ありがとうございます。スピーカー山本さん。言い方が悪かったなっていうところは自分も反省しなきゃいけないなって思っているので、今日は本当すごく勉強になりました。ありがとうございました。ぜひ皆さんからのアドバイスを参考に、お互いに気遣いを持ってこのまま3年4年そしてご家族になるかもしれません。末永くお幸せに願っております。皆さん本日もご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。次回の女子業界チャンネルもぜひご視聴ください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。